はい、皆さんこんにちは。今回はアークテリクスの2022年春夏の新商品をご紹介するんですけども、このシーズン一番注目のですね、こちらベータジャケット、こちらをご紹介していきます。はい、ベータジャケットですけども、すでにオフィシャルのホームページと情報は少しずつ出てますが、以前までありましたこちらゼータ SL ジャケットやベータ LT ですね、この辺とですね見比べながら商品をご紹介していきたいと思います。はい、こちらがベータジャケットになります。フィットはですねトリムフィット、以前のゼータ SL と同じですねトリムフィットになってまして、重量が 300g、 素材は N30P3 レイヤーのゴアテックスの C ニットとなってます。価格は 49,500 円。メンズレディースともにとありますけども、ちょっとここでですねちょっと大きいトピックとして、以前のゼータ SL ジャケットはメンズとレディースで値段が4000円ほどレディースモデル安かったんですけども、このシーズンこのベータジャケットはですねメンズとレディースともにこちらの価格に統一されましたので、ご注意ください。はい、重量ですけども 300g ですが、以前のゼータ SL ジャケット、こちらはですね 310g でしたので、ほぼ変わらない重量ですね。で、大きく変わったところがゴアテックスの種類なんですけども、以前のゴアテックスのパックライトプラスからですね C ニットという素材に変更されております。それに伴いですねちょっと価格の差がついたとも言えますけども、この辺をまず見ていきます。はい、まず大まかな概要から見ていきますと、ベータジャケット、こちらがですねトリムフィットの重量 300g、 素材が N30P の3レイヤーゴアテックス C ニット、価格が 49,500 円となります。値段はですねメンズレディースともにこの価格に統一されました。続いてこちらベータ LT ジャケットですね。ベータジャケットと比べますが、このベータ LT ジャケットも以前ですねちょっとモデルチェンジしました。他の動画でも上げてますが、ゴアテックスのプロからトリコットに変わったという大きいトピックがあったんですけども、このベータ LT とですね、そして何といってもこのゼータ SL ジャケット、こちらが廃盤になりましたので、この代わりになる立ち位置になるかと思うんですけども、このゼータの SL ジャケットとベータ LT ですね、この辺と比べますとだいぶですねどういったジャケットかっていうのが分かりやすく見えてくるかと思います。はい、ベータ LT ジャケットはトリムフィット、重量は 395g、 素材が N40D3 レイヤーのゴアテックストリコットバッカー、価格は税込み55,000円です。そしてゼータ SL ですね、こちらもトリムフィット、そして重量が 310g、 素材が N40R ゴアテックスのパックライトプラスですね、価格が税込み44,000円。はい、この3つがですねパッと見もですねやっぱり近いモデルとも言えますので詳細に見ていくんですが、続きましてこの2022年春夏のですねゴアテックスのラインナップを見ていきたいと思います。はい、ゴアテックスのラインナップですけども、アルファこちらが3種類と、ベータがですね AR、LT、 そしてベータジャケット、下の2つノーバンですね、こちらはランニング系のゴアテックスになりますね。この8種類ですね、こちらがゴアテックスを使ったアウターの種類になります。はい、それでは比較する全ての3種類ですね簡単にまとめました。それぞれゴアテックスが違いますね。今回のベータジャケットになりますとゴアテックスの C ニットですので、裏地を見ていただくと分かりますが、表生地も薄いんですけども、非常にですね C ニットっていうのはこの裏地の素材ですけども非常に滑らかですね、柔らかくてですね非常に滑りのいい裏地になります。
レイヤリングとかですね、こういった私今フリース着てますけども、こういった内側での干渉もですね、非常にこうガサガサする感じが少なくて滑らかですね。ですので動きやすく、レイヤリング時にも非常にですね動きやすいっていうのが特徴になります。フィットはそれぞれこの3種類全てトリムフィットになりまして、重量はですね 300g ですが、ベータ LT と 100g ぐらいちょっと変わりますので、重さの面は多少変わるんですけども、こちらのゼータ SL ジャケットですね、 10g ほどの違いになりますね。でこのゼータ SL はですね、パックライトプラスですので、2レイヤータイプですね。パックライトプラスになってるちょっと凹凸があるように変わりましたので、以前ほどですねこうベタつきっていうのが少なくなったんですけども、このパックライトプラスと比べましても、C ニットは非常に快適で透湿性もいいっていうのが特徴ですので、お値段ですね、今回このゼータ SL と比べますと5000円の違いが出てくるんですけども、この5000円の違いがですね C ニットによる素材変更っていうのも大きいと思います。こちらが C ニットですね。表生地もですね30デニールと40というふうにですね、薄くなってはいるんですけども、表生地だけではなくてやっぱりこの C ニットになった分ですね、非常に軽さを感じますね。この1枚の厚さがですね、こう触っていただくと非常に薄い作りになってます。C ニットとパックライトプラスですね。はい、裏地の違いが大きいところですね。続いてベータ LT ですが、ベータ LT はトリコットの裏地です。トリコットバッカーというですね、以前はベータ LT ゴアテックスプロだったんですけども、去年にこのトリコットに変わってます。お値段もですね1万円以上お安くなったんですけども、ゴアの変化でやっぱりこういうふうにですねお値段の差が出てくる、一番大きいところですね。ゴアテックスの種類いくつかありますけども、裏地も含めてですね、どんな素材かで値段がこういうふうに変わってきますね。値段差で言いますと、このベータ LT とこのベータジャケットと比べますと5000円の差ですね。ゼータとベータ、そしてベータ LT と5000円ずつの値段の違いになりますね。はい、それでは細かく見ていきますと、こちらのベータジャケット、今回ですねこのまずゼータ SL と比べますと、このメインジッパーがですねビスロンのジッパーに変わってます。ゼータ SL はここ止水のジッパー使ってましたが、ビスロンのですねジッパーです。変わってます。ハンドポケットの方は両方ですね、以前と変わらない止水の RS ジップですね。このひさしがないタイプですね。こちらを採用してまして、あとですねこの左胸の裏、こちらにジッパーポケットがつきました。ゼータ SL はですね両方内側ポケットなかったんですけども、ポケットが1つ追加されてますね。これも大きな違いですね。あとはこの前面の方から見ていきますけども、カッティングがですね変わってますね。パネルのこういう配置がですねゼータ SL のままではなくて新しい形になってます。この正面のパネル、あとこの脇にかけての縫いがですね違う立体裁断、同じ立体ではあるんですけども、パネルの取り方がちょっと違いますね。胸のロゴは同じく刺繍のタイプですね。ジッパーのこのタブ、これがですね以前のこのタブにですねこのナイロンの生地がついていましたが、今回樹脂パーツに変わってます。ハンドポケット、ハンドジッパーの方も樹脂パーツですね。裏側見ますと、フード形状大きさは一緒ですね。ヘルメットなしのストームフードになるんですけども、一つ違いがこの
フードのですねアジャスターコード裏側にあるんですけども、以前はですねちょっとこういうようなカバーが、ひさしのようなカバーがしてあったんですけども、今回は抜き出しの状態ですね。コードの作りは一緒ですねなんですけども、ここのフードのこの部分ちょっと変わってます。後ろの部分も見るとやっぱりカッティングが違いますね。新しい方ここないですけども、前面が全部の1枚の生地になってますね。腕の方、袖のこのベルクロですね、これは一緒ですね。作りは一緒になります。腕なんかは一緒で、パネルのこの配置がやっぱり違ってきますので、後で実際に着用してみますけども、シルエットが変わるってことはないと思うんですが、それぞれのこの生地の配置が変えておりますので、ちょっとね、見た目の印象も少し変わるかもしれませんね。この辺の印象がですね。そしてこれがベータ LT ですね。ベータ LT もメインジップ、止水のタイプのメインジップ使ってますが、ここ違いますね。まずそれとゴアテックスの素材は裏地が変わってくるんですけども、このゴアテックスの札はですね、ゴアパフォーマンスと書いた両方同じものがついてますなんですが、裏地見ていただくと C ニットとトリコットというわけでちょっと変わってますので、これはどちらがいいかっていうのはちょっと難しいんですけども、C ニットの方はですね比較的新しくできた素材で、非常にこの着心地の良さ、ジャケットの作りがですね、ジャケットの着心地ですね、数値とかそういったものとまた別の話になるんですけども、着た時の快適さっていうのは非常にこの C ニット特徴だと思います。でベータ LT のトリコットはですね、比較的昔から使われている裏地になりますね。両方織りではあるんですけども、こちらトリコットの方がもうちょっとこうざらつきといいますか、凹凸感のある、裏地になりますね。C ニットとやっぱり比べますとちょっと硬さとですね、このちょっとごわついた感じは触るとですね全然違ってきますので、どちらももちろん防水と透湿性はあるんですけども、そういった着心地の部分は変わってくるところですね。作りに戻りますけども、ベータ LT の方は先ほどのゼータ SL と比べてもですねより山岳向けになってまして、このベータもそうですけどもフードの大きさが若干ですね違うんですね。こっちはヘルメット対応ではない、そのままかぶって雨をしのげる、風をしのげるという作りですけども、ベータ LT の方はより山岳向けでヘルメットをですねかぶった時、登山用のヘルメットですけどもしっかりと覆うことができる、大きめのストームフードとなります。それに伴ってコードロックもですね先ほどの1箇所ではなくて両方でこう調節するように、ここ出てるのもちょっと特徴ですね。ギュッと絞っていただくっていうのが大きいところですね。でベータ LT は内ポケットはないですが、一番のこの、3つの中で唯一ですねこの脇の下にベンチレーションを設けているのが特徴ですね。両方あります。そういった作りの違いでですね、よりベータ LT の方は山岳向けによりギアとして使う方はですねこちらの方が機能がですねたくさんありますので対応しやすいかと思います。でこの新しいベータの方、ベータジャケットの方はですね脇のベンチレーションもありません。でゼータ SL と同じくですね、ヘルメット対応ではないフードということで、より街向け日常とですね、そういったヘルメットが必要がないアウトドアのフィールドでしたら
雨風をですね十分しのぐことができますし、もうちょっとですねハードな山での使用という場合はですね、こちらの方がベータ LT の方がおすすめできます。はい、こちら先ほどご覧いただいたラインナップですけども、今出しているこのベータ LT と新しいベータジャケットですが、他のラインナップ見ますとゴアプロを使ったもの、そして一番下のですねノーバンランニング系となりますので、この辺がですね一番汎用性といいますか、この辺の普段から軽い山まで使いたいっていう場合ですね、この2つどちらかということになりますね。前まであったゼータ SL、 あとですね前2020までかなゼータ LT、 ゼータ FL などですね、ゴアテックスのジャケット豊富なシーズンもありましたが、今シーズンはですね、この2つのうちどちらかが候補になるかと思います。より山向けか普段向けで、普段のこちらベータの方は、C ニットで非常にですね快適なゴアテックスの裏地を使っているタイプですので、この辺ですねこちら5000円の値段差になりますが、よりですねその、使う方の用途に応じてですねどちらかを選んでいただければいいのかなと思います。でこのラインナップなんですけども、この8つの他にですね、実はこのベータ LT ですね、ベータ LT の派生モデルといいますかね、オフィシャルのホームページ見ていただくとですねちょっと情報も出てるんですけども、これの表生地の違うタイプっていうのもですね今後入荷予定ですので、そちらはまた詳しくですね別動画でご紹介したいと思います。最後にですねベータジャケットのカラー、こちら入荷分をですねちょっとご紹介と着用シーン、あとですねフードの作りもですねちょっと見ていただければと思います。はい、まずですねこちらブラックサファイアというカラーになりますね。ネイビー系の色ですね。黒にも近いんですけども、これが黒ですね。 S サイズを着用しています。170センチの約65キロですね。 S サイズで、腕はですね、海外モデル、だいたいこのぐらいのだと思うんですけども、こうやった時にちょっと指が出るぐらいですが、ベルクロで調整していただいて、私で S サイズがジャストですね。はい、フード閉めますとこんな感じですね。ヘルメット対応ではないフードですね。はい、でこちらがですねクラウドというグレー系のカラーになりますね。はい、ベータ LT ですけども、フードがですねやっぱりこう大きいですよね。先ほどの、ベータジャケットと比べますと非常に大きい、ヘルメット対応のフードの大きさになりますね。フードをかぶらない時もですね、やっぱりこの辺のボリューム感っていうのが多少ちょっと変わりますね。はい、今回は新しく登場しましたこのベータジャケットをご紹介したんですけども、このゼータ SL ジャケット非常に人気の商品がですねなくなりまして、この新しい商品5000円高くなりましたけども、メインジッパーだったりですね、ゴアの変化、あと内側のポケット等ですね、機能的にはですねこちらから落ちてるっていうことはないです。逆にゴアの快適さ、裏地の C ニットの良さだったりですね、メインジッパーもですねビスロンになることによって非常にこの開閉も楽になります。しっかりとした防水はですね、この止水タイプよりもですね非常に防水性も信頼性がありますので、より快適にですねバージョンアップしたと思っていただければと思います。はい、今回は新しくなりましたベータジャケット、こちらをご紹介しました。ありがとうございました。